どうもこんにちは、ジェニュエンウォッチです。今回レビューする時計は IWC のマーク18です。パイロットウォッチのこの時計は精密な構造とシンプルで見やすい文字盤、本当に素晴らしくて、ぜひ皆さんに紹介したいなと思ってこの動画を作りました。シンプルな時計がお好きな方におすすめのモデルです。それでは詳しく見ていきましょう。文字盤の色はマットなブラック。大きなアラビア数字が見やすく、丸いフォントが印象的です。針は槍の先端のような形状。こちらもマットなブラック。その上に夜光塗料がクールに塗布されています。この白と黒のモノトーンなカラーリング。インデックスはフラットで四角いです。この人の顔のような12時位置のマーク。IWC のパイロットウォッチ特有でかっこいいですね。3時の位置の日付表示も白地に黒色のバックグラウンドカラーで統一感があります。この時計のムーブメントは ETA 社の作っている30110というキャリバー、8振動 4Hz のハイビートのムーブメントです。こんな感じで1秒間に針が8ステップしています。ちなみにガラスはドーム型のサファイアガラスで両面反射防止加工がされています。クラウンを含まない時計の幅は 40mm、 そしてガラスは 35mm。 ベゼルは上から見るとなんと幅 1.5mm、 薄いです。幅の薄いベゼルの影響で 40mm の文字盤がさらに大きく見えます。ラグからラグは 51mm、 ラグ幅は 20mm。 全体的に見ると細長く見えますね。夜光塗料の光り方をチェックしましょう。こんな感じに発光します。シンプルな緑色の塗料です。ちなみにこの30110というムーブメントはオートマティックの時計で42時間のパワーリザーブを持っています。さてお次はケースを見ていきましょう。シンプルで横方向へラインが入っています。エッジがシャープなデザインかと思いきや、ラグの方へ行くに従って美しく面取りされています。厚みはガラスを含まないと 9mm、 ガラスを含むと 11mm。 モダンなデザインが施されたクラウン。サイズは 6.2mm とやや小さく感じます。しかしケース自体が薄いため回しやすいです。さて次はケースバッグを見ていきましょう。ケースバッグ中央にはドイツユンカース社の JU52 の空港機。 IWC のケースバッグにはいろいろなロゴがデザインされていて面白いですよね。ケースバッグのコーナー部はまるでナイフのようにエッジが立っています。次はバンドを見ていきましょう。ベルトの幅は 20mm。コマ一つ一つが丸みのある形状で立体感があります。コマの側面は全て鏡面仕上げされています。このコマの形状とミラーポリッシュによりどの角度から見てもピカピカと光って見えます。三つ折り式のバックルがついています。このバックルにはアジャスターがついています。 1mm 単位で調整でき、最大で 6mm 長くなります。
腕につけている時は見えませんが、このペルラージュ装飾がかっこいい。とても精密なバックルで遊びがないので、開けたり閉めたりする時に独特のフィーリングで気持ちいいです。ぜひ手に取って試してほしいと思います。腕回り 170mm の私がつけるとこのような雰囲気です。材質はステンレスなので重さは 146.5g、 少し重さを感じます。肌に当たる部分のエッジはナイフのようですが、つけた感じは特に痛い印象はありません。今回の時計のインフォメーションをまとめておきます。動画の中でお伝えできなかったことなどもこちらに記載しております。防水性能が6バールですが、スイミングやシュノーケリングができる仕様ということです。そして耐磁性も高いので、磁力の影響を受け時刻がずれる心配は少なそうです。いかがでしたか？このチャンネルではこんな感じで私の好きな時計を紹介していきます。もし楽しんでいただけたならチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。